안녕하세요、心です。今回は2026年初渡韓の時の Vlog です。安定に一人で韓国に行ってきたんですけど、この時はお母さんの誕生日も近かったので、途中からお母さんと合流して2泊ほど過ごしました。まず関空に着いて早々キネヤのうどんを食べてます。1週間ほど滞在する予定だったので、日本食が恋しくなるやろうなと思ってうどんにしたんですけど、うちの家は昔から家族で海外旅行に行くことが多かったんですけど、その時にも関空のキネヤでうどんを食べてた思い出があります。今はフードコートの中に入ってて、手軽にパッと食べれるようになったので、関空に来たらよく行ってます。今回の飛行機は12時55分発のイースター航空を選びました。これが一番安かったんですけど、1月はめちゃめちゃ航空券が高くて、受託荷物がついてて3万ちょっとしてた気がします。確か最近航空券めっちゃ高いですよね。格安航空券があんまり出なくなってきてるので、早めに航空券予約するのをおすすめします。 LCC で3万超えはちょっと高すぎるかなと思うんですけど、ちょうど今回テヨンさんのコンサートがあったので、この期間で韓国に行かないといけなくて、泣く泣くそのコンサート日を含めた一番安い日程で行きました。年末に渡韓した時にこの SES 登録してみたんですけど、登録さえしておけばなぜか日本人は韓国人のレーンに並ばされるので、かなり早く外に出ることができました。多分10分ぐらいしか並んでなかったと思います。韓国から出国する時って出国審査機械でやるじゃないですか。あんな感じで無人で全部できるので、急いでる時とかめちゃめちゃいいなと思いました。今回もいつも通り一般列車でソウル市内の方まで向かいます。私はできるだけ航空券とホテル代は安く済ませて、現地で食べ物とアイドルにお金を使いたいので頑張って節約してます。今回泊まったのはミョンドンの繁華街のど真ん中にあるユニット M ホステルっていうところです。初めて泊まったんですけど、新しいホテルなのか内装がすごい綺麗でした。部屋はめっちゃコンパクトなんですけど、一人で泊まる分には十分な設備で、こんな感じで少し小さめのシャワールームとトイレがあって、普通のホテルと変わらず冷蔵庫とかアメニティも置いてありました。小さめのホテルなんですけど、立地が何よりも良くって、一人渡韓の方に超おすすめです。いつも私洗濯機とかキッチンを使うので、ゲストハウス系のホテルに泊まることが多いんですけど、ここはちゃんと自分の部屋にシャワールームがついてるけど、共有スペースにはラーメンを作れるところがあったり、洗濯機もあったり、テーブルと椅子が置いてあってご飯が食べれたりするので、長期滞在の方にもすごいおすすめのところでした。荷ほどきをして少し休憩したら、ミョンドンの街中に出てショッピングを楽しみました。次の日からお仕事が詰まってて、お母さんが来るまで少し時間がなかったので、大好きなキョチョンチキンを買ってきて独り占めしました。今回はハニーコンボじゃなくて、前から気になってたトウモロコシのチキンにしてみたんですけど、食感がフレークみたいなのがついてて、パリパリサクサクしててめっちゃ美味しかったです。ただハニーコンボよりは中毒性はないかなって感じでした。もし頼むのであれば、あるかわからないんですけど、できればパン版で醤油系かヤンニョム系も頼みたいなって感じの味でした。2日目は極寒の中、朝から撮影に行ってきて、時間があったのでアックジョンのカフェに寄りました。ここ前から気になってたんですけど、ロンドンベーグルのちょっと先にあって2階にあって見つけづらいんですけど、ケーキがめっちゃ可愛くて美味しそうだったので、やっと行くことができました。入ってみたらサインがいっぱいあってびっくりしました。じゃーん、ケーキはこんな感じです。ザ・韓国ケーキって感じですよね。かぼちゃとかよもぎとかミルクティーとか全部私の好きなものだったので、めっちゃ迷ったんですけど、やっぱり黒ごまは捨てられないっていうことで黒ごまのケーキにしました。ドリンクも韓国っぽくて可愛いです。店員さんも撮影していいか聞いてみたら、快くどうぞどうぞお好きに撮ってくださいっていう感じで、お一人で忙しそうだったんですけど、とても明るいスタッフさんですごい雰囲気のいいカフェでした。肝心なケーキのお味なんですけど、
こういうケーキってだいたい上に乗ってるクリームみたいなのがチーズクリームとか硬くて重いクリームが多いじゃないですか。でもここのは下がチーズケーキっぽくなってるので、上のクリームが見た目に反してめっちゃ軽くて、下のチーズケーキと超合っててすごい食べやすかったです。重すぎないけどいい意味で軽くて、ちゃんとケーキを食べた感があって、私的にはバランスが取れてて最高でした。黒ごまの香りも香ばしくて美味しかったので、また次違う種類のケーキも食べたいなって思います。その後はいつも行ってる WM クリニックさんにウルセラを受けに来ました。また他の動画で詳しく紹介するんですけど、まさかのこのウルセラで顔が 1.5 倍ぐらいまで腫れてしまって、私的に3日間ぐらいしたら収まるかなって思ってたのでこの日程にしたんですけど、全然収まらなくて、コンサートもこのパンパンな顔で行きました。皆さんウルセラ受ける予定がある方は旅の最後に受けることをおすすめします。実は4日前に自然癒着を受けてしまって、私の目も腫れてます。その後は去年の夏に受けた脂肪移植の半年検査を受けてきました。特に異常とかはなくって、もうほとんどダウンタイムも終わりかなと思います。お昼過ぎにケーキを食べてお腹いっぱいだったので、このままミョンドンの方に戻ろうとしたんですけど、夜絶対小腹が空いてくると思ってナンデムに行きました。結構有名で皆さん知ってると思うんですけど、ナンデム市場に野菜ホットっていうホットックのお店があって、そこのホットックがめっちゃ美味しいって有名だったので一回行ってみたかったんですけど、なかなか行く機会がなくて今回初めて行ってきました。夕方頃行ったんですけど20組ぐらい並んでてかなり待ちました。ここのホットックは揚げ焼きみたいな感じで、外の皮が結構厚くてパリッパリサクサクで、中はもっちりでかなり大きめのホットックでした。野菜ホットックなので中にはチャプチェみたいなのが入ってて、最後に醤油っぽいソースを塗ってくださいます。思ってた以上に美味しくて、これと普通の甘い系のホットックもあったので、お友達と来る方はぜひ1個ずつ買って交互に食べてみてください。3日目はお昼過ぎまで作業とかをして、母が来るのでホテルを移動したいと思います。先に移動して荷物を置きに行ったんですけど、シンノンヒョンにあるホテルカプチーノっていうところに泊まりました。日本の方からも結構人気なホテルで、中はかなりコンパクトなんですけどとっても綺麗で快適でした。ただこのダブルのお部屋はシャワールームが透けてたり、お手洗いがベッドのすぐそばだったので、かなり仲のいい友達か家族じゃないとちょっと気まずいかなって私は思います。今回テヨンさんのコンサートがオリンピックハンドボール競技場だったので、9号線沿いのホテルにどうしても泊まりたくって、シンノンヒョンの一駅隣に泊まることになりました。9号線ってキンポ空港まで1本で行けるんですよ。それで特急とかもあったりするのでめっちゃ便利なんですけど、通勤通学の時間帯とか土日とかは乗るスペースがないぐらい電車が混むので、朝とか夕方にキャリーバッグを持って乗るのはあんまりおすすめしないです。さあ母を迎えにキンポ空港までやってきました。最近関空からピーチがキンポ空港に飛ぶようになったので、それだと移動時間がかなり短縮できてめっちゃ便利です。ホテルに荷物を置いてからチャムシルの方に出てきました。この日は前からずっと気になってたパンイドンガっていうサムギョプサル屋さんに来ました。結論から先に言いたいんですけど、絶対にここ行ってください。私渡韓始めた時に別に日本でサムギョプサルは食べれるから韓国で食べる必要ないなって思ってたんですけど、逆にもう日本のそこら辺にあるお店で食べられへんっていうぐらい価値観変わったので、ぜひサムギョプサル食べて帰ってみてください。 YouTube で話したことあったか忘れたんですけど、私のお気に入りのサムギョプサル屋さんがあって、ハナンテジチっていうところなんですけど、チェーン店なのでソウル全体的にあって、お肉の味もかなり美味しくてお気に入りだったんですけど、そこのお店を余裕で超えてきました。逆にこれ以上ないんちゃうかなってぐらい美味しくて、このお店ももちろん店員さんが全部焼いてくださるんですけど、ほんまにちょうどいい焼き加減でふわふわのサムギョプサルが食べられます。部位は3種類頼んで、サムギョプサル、アルモクサル、カブリサルっていうお肉を頼んだんですけど、私今までサムギョプサルのお店で3種盛りとかそういう部位のミックスのやつを頼んでたんですけど、
ど、なんかそんなに食感はまあ違うんですけど、味の違いとか感じなくて、どれもまあ美味しいかなっていうぐらいに思ってたんですけど、ここのお肉は部位ごとに味も食感も全然違くて、どれ食べても美味しくて本当にびっくりしました。こんなに美味しい豚焼肉初めてだったので、また今度家族を連れてきたいなって思います。4日目も朝から移動していきます。横綱楽しみ。行ってきます。前日の夜に雪が降ってたので、この日晴れてすごい可愛い写真が撮れたんですけど、前にあやまねさんと行った時にめっちゃ感動したサンドイッチ屋さんに来ました。ここのサンドイッチは普通のサンドイッチ屋さんと全然違って、創作系のサンドイッチなんですけど、全部予想ができない味がします。どれ食べても美味しくって、サンドイッチだけじゃなくって中に具材の入ってるチャバッタっていうパンも売ってて、前回確かかぼちゃのペーストとクリームチーズが入ってるチャバッタを食べて超感動したので、今回はちょっと甘めのやつを頼んでみました。これはカスタードベースだったので私のタイプの味ではなかったんですけど、でもめっちゃ美味しかったです。ぜひソンスで朝ごはん食べる方は行ってみてください。店内も可愛くて映え写真がいっぱい撮れると思います。ご飯を食べ終わったら急いでライブ会場の方に向かいます。私は VIP のスタンディングだったのでサウンドチェックに入ります。前回 Wish のログインがこの同じ会場だったんですけど、1階と2階の通路をメンバーが歩いたので、今回も歩くかなと思って、お母さんはスタンディングもしんどいってことだったので、一般席の2階の最前をどうにか取りました。お隣のケースポドームではダビッチさんがコンサートをやっていて、そっちも見に行きたくなりました。オンラインオンリーになってる。かわいい。めっちゃかわいいねんけど。超可愛くない？うわ안녕하십니까. 네, 인사부터 드려야겠죠? 네. 투더월 여기 되겠습니다. 안녕하세요. NCT 태용입니다.
소리 한번 질러볼까요? 와. 안녕하십니까, NCT 태용이라고 합니다. 너무 만나고 싶었어요. 여러분들의 열정 덕분에 무대가 한층 더 재밌어진 것 같습니다. 다들 요시. 네, 그러면 이어서 다음 무대로 가볼까 하는데요. 다음 무대는 좀 잘 불러야 돼서 호흡을 조금만 더 가다듬도록 하겠습니다. 그리고 옷도 한 번만 갈아입을게요.
Let's start. Let's start. You and 반짝이는 이 순간이 영원하게 머니 오늘만큼은 So let's go on 너가 손가락에 나를 now Even if it's your solar I'm still coming to the moon and back Like you and 가장 먼저 아무 방에도 널 언제나 새로운 진리야 또 나의 신경 안 쓰고 내가 길 같으니 너도 가 이만하면 됐어 그만 봐 너야 행복한 게 제 행복인 거 아시죠? 네. 평소에도 제가 뭔가를 먹거나 뭔가를 받거나 뭔가를 했을 때 행복감을 잘 못 느껴요. 누군가가 행복했을 때 제 마음이 행복하더라고요. 나도 행복해. 정말 1년 8개월 동안 준비 열심히 하길 잘했다. 이렇게 조금씩. 네. 그리고 엄마 아빠 사랑해요. Let's go.
こんなに寒い日にコンサートに行ったのは初めてだったので、温まるものが食べたくてタッカンマリを食べに行きました。会場から歩いて10分ぐらいだったかな。オリンピック公園の近くにあったお店です。後から調べてみたら結構有名なお店だったみたいで、すごい上品な味のするタッカンマリで、お母さんと感動しながら食べました。ご夫婦で経営されてるみたいで、とっても優しい方でたくさん話しかけてくださいました。Kスポとかハンドボール競技場でコンサートがある方、ぜひ行ってみてください。酸っぱいのいいな、無事に帰ってこれてよかった。まあ怪我なくな。次の日は朝からカプチーノホテルの朝食を食べに行ったんですけど、元々の予約に朝食がついてたので食べたんですけど、もしついてなければ食べないでいいかもしれないです。ただラウンジの景色はすごい良かったです。それから母を金浦空港まで送り届けて、私は安い便で帰るので数日韓国にまだ滞在します。この後は特に仕事しかやることがなかったのでカメラを回してなかったんですけど、食べたものをちょっとだけ紹介します。まずこれは鬼リピート中のファイブガイズのハンバーガーです。皆さん絶対に韓国でバーガーチェーンに行くならばファイブガイズに行ってください。めっちゃ美味しいです。そしてこちらもリピートのイリアコーヒーのトーストです。去年の夏にお姉ちゃんと食べて感動したトーストなんですけど、めちゃくちゃ分厚くてしかも安いんですよ。一人で食べる分には量がちょっと多いかなって感じなんですけど、私はまあ一人で食べれちゃいます。これ多分ピザトーストやと食べれないんですけど、なんか甘いもんやと入るんですよね。モーニングに困った時はぜひ誰かを連れてイリアコーヒーのトースト食べに行ってみてください。めっちゃ美味しいです。でこの後何もせず普通に帰国したんですけど、その後に渡韓した時にインフルになってしまって、撮りたかったものが全然撮れずにちょこっとだけカメラを回してたので、その時の Vlog につなげます。ずっとドスッピンに裸眼で申し訳ないんですけど、この日は結膜ボハンって言って白目にできたシミみたいなものを除去するのに韓国に行ってきました。日焼けでできるみたいで、スポットライトを浴びる芸能人の方にもよく見られる症状で、アイドルだと IU ちゃんとかビシのリクくんとか結構なってる方が多い印象です。私は中学時代にテニスを外でしてたので、その時に日焼けをしすぎてしまって、高校ぐらいからずっとこのシミが目にあります。ほくろとかシミとかと同じような感じのレーザーで簡単に除去ができるんですけど、その手術を受ける1週間前からコンタクト禁止で、レーザーを受けた後も2週間ぐらい経たないとレンズがつけれないです。病院は前に ICL の相談で行ったことがあるカンナムヒーリング眼科さんっていうところにしました。ここは日本のお客さんも多いし、先生も女医さんで安心感があってサービスも良かったのでここの眼科にしたんですけど、レーザーはめっちゃ一瞬で終わって、眼科に行ったら眼圧測る空気の出る機械みたいなあるじゃないですか。あんな感じのやつで顎を機械の上に乗せて光を一点見つめるんですよ。そしたら先生がレーザーをチリチリチリって当ててくれるので、なんか本当に肌にレーザー当ててるみたいな感じで、実際にレーザーを当てながら綿棒でかさぶたを取ってはったんですけど、私は点眼麻酔をしてたので全く感覚がなかったんですけど、なんかやってることは大体想像つくのでちょっとグロかったです。でも全く痛みとかはなくって、その後目薬を2種類処方してもらったんですけど、目薬をさす時だけ若干しみるかなっていうぐらいでした。特に視力とかに影響することはないので、このままメガネの生活を送ります。レーザーを受けてきた割にはそんなに赤くなってなかったので隠す必要もありませんでした。なんならすっぴんの方が隠したいんですけど、終わってすぐお腹が空いてたので、前に1回行ったことがあるシンノンヒョン駅すぐの24時間で鍋料理が1人前から頼めるお店に来ました。私はプルゴギトゥッペギっていうのを頼んでみたんですけど、前もこれ食べてめっちゃ美味しくて、他にもカルビタンとかサムゲタンも頼めて、しかも24時間なので早朝便とか深夜便を使う方にもおすすめです。鍋料理が一人で食べれるお店なので一人ご飯してる人が結構いました。プルコギの味付けはちょっとしょっぱめなんですけど、白ご飯とめちゃめちゃあって味の濃いものが食べたいな、でも辛いのは食べたくないなっていう時におすすめです。そして急遽当選したウィシのポップアップに行って無事にインフルにかかりまして、数日寝込んでから帰りました。またこの話は違う Vlog でしようと思います。
全然美味しいものを食べれなくて心残りがあったので、まず空港に着いてすぐにカウンターに荷物を預けて、いつもの地下のフードコートに向かいます。やっぱり中に入って食べるより保安検査前の地下のフードコートがめっちゃ空いててすぐに入れるので本当におすすめです。しかも空港の割に値段がそんなに高くなくて美味しいんですよ。でいつも行ってるポッサムのお店のあるフードコートの前に新しいフードコートができてて、今回はそっちに行ってきました。なんと韓国中華があったのでジャージャー麺とタンスユクを最後に食べようと思います。めっちゃラッキー。しかもここの中華新海っていうお店なんかな、ちょっと高めの中華料理屋さんなんですけど、ジャージャー麺が手軽にフードコートで食べれちゃいます。第一ターミナルの空港鉄道に向かう道に店舗があったので、もし一人じゃなくて時間のある方はそっちに行ってみるともっと美味しいのが食べられるかもしれないです。はい、てな感じで1月と2月頭にした渡韓の Vlog はこれで終わりです。今直近で韓国に行ったのがこのインフルの時だったので、次回は巻き返せるぐらい爆食しようと思います。ではまた次の Vlog でお会いしましょう。アンニョン。